4六歩と打って同歩同金4五歩3五歩とかゴリゴリいく手もありますね。そっち行きますか、ゴリゴリね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大相撲実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが先手です。はい、今回私が先手番ですね。対局開始。7六歩に8四歩居飛車だったのでね、私の方は矢倉を目指していきます。で、6二銀でしたね。金が2六歩とついて、後手のね指し方を牽制する指し方もあるんですけれども、今回5六歩でちょっと2筋のね飛車先の歩を伸ばす手をやはり7四歩で急戦模様だったので、じゃあね2六歩とついていきます。これも2五歩と決めてしまいましょうか。これで3三銀ですとね、そうですね、これで一応角の利きが、止まる形になるので、多少ね後手からの急戦策が緩和されるという意味がありますね。ただ2六歩2五歩と先手の方がね形を決めたという考え方もできるので難しいところですね。はい、これね後手の方は8四歩の形なのでね、後々7三桂から8五桂で使う余地がある。先手の方はね2六2五歩と伸ばしてるんでね、もう3七桂から2五桂って形ができないんですよね。で後手の方はおそらくですけども、この後4四銀と出て急戦に来る可能性と、4四歩から持久戦に戻してね、先手がもう桂馬を使う形がねなくなってるので、形を決めさせたということでね満足して、角を3一に引いて戦う。そうですね、これは、先手が2五歩とね、形を決めてくれたので、持久戦にするという考え方、かなり高等なね高級戦術ですね。はい、で私の方はねやはりこの2六歩2五歩を生かしたいので、3七銀というのはかなり積極的な手、ゆっくりやるなら5八金から6六歩6七金右なんですけどね、まだ矢倉はなんていうんですかね、完全に完成してないんですけれども、そしてこれで3五歩とついて早めの動きですよね。これは2六歩2五歩となんていうんですかね、攻めの手をやった手を生かして動いていくという感じです。後手の方も今4四歩のところでね6四角と、出とく手もありました。ここに角がいるとね3五歩とついていく手は結構ねやりにくいんですよね。その辺解説編の方でできれば、角がまだ3一なんでね、3五歩と積極的に動く手が動きやすいということですね。ただこれで1店舗ずらして6四角と、そうですね、これはあるところだよと言おうと思ったら相手が渡させてきましたね。非常にさすが非常にね、有段者の方で指し慣れてると、やっぱこの角がこう睨んでるとね先手の方も、嫌な形なんですよね。取り込んで、これ次3六歩と打たれちゃうと参っちゃうんで、角をぶつけるか、4六歩か4六歩についておきますかね。これで角の利きを、緩和しておきます。逆に3六歩打たれちゃうとね参っちゃうとこなんでね、形勢はいい勝負でしょうか。先手の方もまだ玉がね未完成なんで少し矢倉を乱しましたけれども、まだまだね、これからの勝負ですね。先手は2四歩とついて、歩交換する手も一応出てきましたね。この銀が動いたんで、ここは後手も分岐点ですね。4五歩とさらにこうついて、あくまでこの角でねどんどんこの飛車をいじめていくっていう手も考えられます。私の方もねこの銀を、前に出た6六に出てこの角をいじめていく感じもありますね。6六銀と出て、5五歩とついてね角を止めたりとか、6五銀と出てね角をいじめる手ですね。相手方で4三金でしたね。これは迷いますね。銀出て積極的にいく手もありますし、金を上がってね一回じっくり囲う手もあります。2筋の歩交換もねやってみたいところで2筋の歩交換いってみますかね。これで同飛車がね桂取りになりますからね、この瞬間2五歩とね蓋をする手はできません。なので歩交換はできたと。これは先手の権利ですね。かなり私も突っ張ったね指し方ですね。これで、序盤の方でね2六歩2五歩とついた手を生かしたというかね歩交換まで持ってったんで、主張を通してますが、ただもう後手の方もこう金銀が盛り上がってきたんで、そうですねこれが来る、そう今ねちょうど言おうと思ったんですけれども、非常に相手の方ね、強い方ですね。やはりねこうやはり金銀が盛り上がってきたのでね、で私の方は飛車を回って受けます。これかなりね先手の方が今2筋の歩交換の一手がねぬるい手になる可能性があるということですね。早めに4五歩と動いてね、これは飛車を回って、そうですね取り込んでるとどっちで取るか迷いますね。角で取るか、銀で取るか、難しいところ、あるいは取らずに、銀が上がるような手、あるいは5五歩と突くような手もありますね。同角ですと同角同銀に3六角と打つような手ありますかね。で玉を寄って角を成っとくような指し方、
なるほど、それもありますね。角打ってね馬を作っとくってことでしょうか。難しいですね。5五歩とついて同角なら4六銀と手順に出てく。これ銀で取ると4五歩と打ってね、銀引いて歩を打ってっていう感じになりそうですね。あるいはこれ6六銀と出ておく手もありますね。6六銀だと3六打たれるかな。ただいや難しいです。5五歩とつくか4六角と取って、同角同銀普通ですね。で3六角で玉を寄って2七角成、馬がどれぐらい厚いかという将棋になりますね。それもあるかな。どうだろうか。その後すごい激しくなる感じもあるのでちょっと読みます。角で取ってみますか。この角がね非常に働きのいい角なのでぶつけちゃおうということですね。後手の方もこの飛車がね働いてない、どっかで5三銀とこの銀を上がる手をやりたいでしょうね。銀上がるとここら辺が手厚くなる上に飛車の横利が通るので、後手の方は銀を5三に上がる手がかなりポイントの高い手になります。ただ一手指すとね先手の方も7九玉とか大きな手になるので、この辺りお互いにもうちょっと手を入れたいんだけど相手にも楽をさせたくないというね、非常に神経を使うねところですね。3六角有力ですよね。3六角と打って玉を寄って2七角成とやれば作れるんですけどね。ただこのね王様角打って7九玉って寄らしてね逃がして逆の方になるっていう手がちょっとね感触が良くない。当然5三銀これはやっときたい手だったと思います。これ迷うんですよね。王様寄っとくか、3五歩と打つとね4五歩と打って切り返されて、王様寄っときますかね。これやっぱり私の方も指したいね。5三銀やはり指したい手だったんですよね。5三銀指したい手だって、私の方も玉寄りはねやっぱり指しておきたい手。これ4五歩と打ってくる手は考えられますね。同銀なら5七角と打てるので4五歩に銀を下がる感じですかね。で4四銀と出ておくような感じ。一局でしょうね。後手の方も非常に手厚い形になって、私の方は歩3枚持ってますんでね、どっかで2二歩と打って同金とかね乱すような手も狙いとしてありますね。この歩切ってるんでね。そして4五歩で同銀は角打たれるので、銀こっち引いてもね王手飛車がんでこっちに引きます。ここに角打ったらちょっと王手飛車がんでね、なかなかやはりこの先手のね玉形の不安定なところを相手の方が咎めてきてるというところですね。ただ私の方もね角ですか。これは突っ張った手ですね。馬を作ってやろうと。ただこれ狭い角なんでどうでしょうか。馬を作らせるのにも気にせず王様ね堂々と入っておくような手もありますし、3七歩と打ってね角を逮捕しに行く手もありそうですね。3六歩に3八金、ただ切って4七金みたいな狙いですかね。王様入っておくのが自然でしょうか。王様入ってきますか。馬は作られてもねただの馬って言い方もないですけど空なりなんでね。ただ馬も手厚いんで相手の方としても満足という感じでしょうかね。馬作って私は3八金あるいは5八金から馬をいじめていくようなイメージですね。5八金から行くのがいいのかな。どっちか5八金から3六角成なら5八金から4七金という感じで、そうですね金を上がってこれでね金を4七金からね馬を目標に攻めていく。ただ馬がねこの後4四ぐらいまで収納されてくれば非常に手厚い形になるんでね。金上がっていじめていきます。もうね早速ねこの馬を目標に攻めていくような感じですね。確か2六に寄っていきました。これでも3七角で合わせて馬が消えますね。これはちょっと得しましたかね。馬が消えるんでねこれ縦に引いた方が良かったと思います。これ桂馬で取って馬が消えたんでね、これはまずですね私の方はね。しかも桂馬が手順に飛べたんでね、次3五歩同銀4五桂みたいな感じで駒がねどんどん前に行く手が出てきました。今の手順はね得しましたね。角2手ね2手かけた角を1手で消せましたんでね、ここは私がポイントを稼いだと思います。ただ王様硬いんでね全然難しいですけれども。3三桂ですか。どうしますかね。この辺りから難しい。どっから手を作っていくのか私の方もね難しいですね。3三桂は3五歩同銀4五桂を防いだところですね。どうしようかな。いや難しいです。4六歩と打って同歩同金4五歩3五歩とかゴリゴリいく手もありますね。そっち行きますか。ゴリゴリね。このくらいにねなんですかね破っていくという手で同金と取って、この場合銀じゃなくて金でいって歩に歩をどうってことですね。銀でいくと歩ってそれもあるんですけどね、金でいった方が飛車の先がスムーズになるのでね、これで4五歩なら3五歩と打って、そうですねそちらを止めてきましたが、一応これでね一手ね金が出たって進んだんでね攻めが進んだ形です。
さあ3六歩同歩3五歩でよくなればいいですけど、歩成って取って飛車取られたらさすがにちょっとですかね。5五歩が第一感ですね。同歩に6六銀とか同金とかね。さあどうするのがいいか。いや相手の方もでも非常にしぶといというかね、手堅い指し方ですね。角をこの辺に打っとく手もやっておきたい手ですね。角を転がしといて、こちらのね睨み次に歩を打って攻めていくようなイメージですね。打ったところで歩になって、おっとさすがにすぐはね角打っとくようってありますかね。角をこう打っといてね、角打っときますか。これはね、猛攻の準備ですね。ここに角を打っといて、7一に打つ手をね残しとくって指し方もあって、この辺難しいですね。このラインに打っといて、この銀立ち矢倉のねライン、このラインは金と銀のなんていうんですかね、こう金がいなくなっても銀を狙えるので、非常にこう銀立ち矢倉の急所のねラインなんですよね。でこう準備しといて、次に4五桂とか3六同歩3五歩とか、もうめちゃくちゃ攻めるぞということですね。あれ5五歩もありますしね、これは次に含みにおいて、3五金と飛び出しちゃう手もありますね。これねよく見ると3五金同銀4三角成ってみたいなね手もあるので、これが追いにくいんですよね。追いにくい。6二飛車と回ってはね、一応こう角を、こっちになってくればいいですけど、4三角成が怖いでしょうね。相手の方から見るとね、6二飛車4三角成と切られて同金に3五金とかね。これ結構やっぱり嫌な筋だと思います。さあどう受けてこられますかね。私のもね5九角とか3九角とかこの飛車のラインをね攻めたんですけど、5九角は4七飛車ですかね。で3九角も4七飛車と言っておけば、すぐにね何か潰れされてしまうというかね、困ってしまうということなさそうなので、後手としてはちょっとここで何かね受けておきたい。4四歩とかですかね。ちょっと気が進まないかもしれないですけど、4四に歩を打って飛車の直通を防いでおくような手が考えられますかね。6九角ですか。これは4七の地点に歩を打って止めようってことですね。ひねった受け方、なるほどなるほど。さてどうしますかね。で、5五歩と突く、これはね3五金なら4七歩ってことでしょうか。ただそれで取ってっていう手も激しい手もありますね。ただこっちまで角成りがね一応ありますんでね、そんな簡単じゃないですね。さあ迷いますね。この角打ちはなるほどお互いにプレッシャーかけてね、先手にだけこう一方的に攻められるわけにいかないって感じでしょうね。さあどうしようかな。いや迷いますね。この角打ちはなるほどという手です。どうやるのがいいかな。迷いますね。3六歩は同歩、3五歩3七歩成、3四歩は飛車取られてね、ちょっとそれを攻め合いはね怖い。いやー難しい。迷いますね。銀を引いたりして一回固めとくような手はありですかね。銀引いて、どっかでね4五桂から攻めていく手を残しとく。ただちょっと形が悪いかな。いやー迷います。銀引き、5五歩とつけば前向きな手、同歩同金でね5五歩かな。5五歩3六歩なら3五歩で歩になって、いやただねその攻め合いも向こうがやってくることがねやってくる可能性があるので、一応考えておかないといけないですね。金引いて歩だと歩ってなって取ってですね、難しいですね。金寄ると1四角成でしょうね。1四角成、それで3五金もあるかな。歩って取って、いやそれもありそうですね。一気にいっちゃう手もあるかな。金寄りだとね角を多分なってくるしかなくて、それで3五金って強襲するとどうなるかっていう話ですね。やっちゃいますかそれね。ちょっと寄ってね玉がこう乱れるの嫌なんですけど、ただ角がねこれ1四になるしかないので、その瞬間に3五金と出てスパークしてどうかっていうことですね。角が1四に行けばね、そうですね、この瞬間にバッて出て、さあこれがどうかですね。これが私の一応狙い筋で、同銀なら4三角成あるいは4三飛車成でね、破っていこうってことですね。で4七歩なら3四金と勝負に出て、飛車取られちゃうんですけど、馬がねこう今ちょうどこう離れたんで、ここに角がいるとねやはりいつでも7八角成があって怖いんですけど、角がね1四に逃げていったんでね、現状は少しね、陣形乱れてますけど緩和されてると。さあこれどっちがいいかな。角成かな。角成ですね。はい、これね次5三馬がね、王手銀取りになりますからね。そうですね、これ破れたんでこれもうまくいきましたね。はい、まだまだ形勢は難しいですね。歩打てるんですけど、歩打つと玉寄るとこっち寄ると2二歩で危ないですけどね。金打って金取るのがいいかな。あるいは竜をここに引いてね、銀取りもありますね。銀取りだとどうするんだろう。ぶつけてくんのかな。
ただ取って3四歩とか打って攻めは続きそう。竜を取られる手を嫌うのは3二金ですね。で同金で4五3竜、その方が着実ですかね。竜引いて銀取りで、まあ銀取り受ければ4三歩という手もあるんですけどね、どっちがいいかな。金打って同金で取る方がいいか迷いますね。迷います。迷いますね。竜引きですかね。はい、こっち打って5三竜とどっちがいいか。たださ5二金とか頑張ってくる手があったんでね、こっちにしてみました。これで、銀取り受ければ4三歩と打つ手が結構ね、やはり急所の一手になるんでね。で、2四馬が一番、馬が竜が捕まっちゃうんでね、嫌な手捨ててからで、それを切っちゃってね、切ってで3四歩と。で桂馬を取り返して攻めると。で、飛車角渡してね、飛車8陣打たれるの怖いんですけど、7九角にも玉を寄ればすぐには大丈夫な構えなので、これでどんどん攻めていきます。7九角には玉を寄ればいいので両取りでね、これ綺麗な両取りが決まって、これで先手ペースでしょうね。7九角は7八玉で、怖いですけどね、まだ6八角成に同銀って引けばね、ぴったり受かる形なので、でこれで次2八角があるんで、この3九飛車どうでしたかね。3九飛車これ2八に角打つ手が飛車の両取りになってあるので、歩ですか。これ飛車の両取り打ちたいですね。飛車の両取りを、打ちますね。これはぴったりですね。飛車の両取り、やはり飛車取り返せるの大きいので、さあ角怖いですけどね、玉を寄って6八角成にね同銀、これで7九にね金が打ってくるかな、打って両取りしてくるかな。やってこなかったですね。歩突きですか。これは飛車を取って回せそう、同歩で回せそう、迷うとこですね。飛車を取って歩なって同歩で飛車成に金受けても、大丈夫そうですね。そっちがいいかな。同歩もありますね。迷います。取ってなって同玉飛車成で金打ってね、それもしのいでますよね、形的にね。そっちにしますかね。はい、同歩もあるとこですね。これはちょっと怖いですけど、強く飛車を取ってで金を受けて、これでね、9五桂も9六玉と逃げた形が詰まないですね。で私もかなり駒持ちましたから、次はね、これで9六玉とかわしてね、この形が桂先の玉より憎しの形で、馬にここがいるんでね、上の方歩例えば8四歩とかでも8五歩と合わせておけばね、決まる感じじゃないですね。ここで私の手番が来て、いよいよね寄せ、2一飛車から5三桂成、5三桂成、いろいろありますね。どっちがいいかな。飛車を追うってのが一番いいですかね。飛車を追ってして、これは勝ち筋に入りましたね。不合ですかね。桂普通に取って、あとは頓死にさえ気をつければって感じですね。金打ちは8四桂からの頓死を狙ってますね。なるほどなるほど。さあこれただ相手の王様が詰めばいい感じ。取って歩を叩く、それで詰みかな。取って角打って、ただねしっかり読まないとって感じですね。桂馬を渡すと8四桂から詰む筋があるので、それを狙ってるんですね、相手の方はね。さあどれが一番、取って叩くのが一番いいかな。同玉4四桂、大体詰み形ですけどね、上の方が抜けてくる時があるので、はい、取って叩いて、大体詰み形ですね。飛車がこうポンってなれる格好になりそうなので、ただ8四桂8六玉8五香で詰む手があるので、もうこれは結構詰まさないと大変ですね。ただ角金銀銀持ってるんでね、これは詰みがありそうです。あとここに馬がいるんでね、さあ相手の方も考えてますね。これで詰まなければチャンスがあるのでね、8六同歩で取ってればもうちょっと安全な勝ち方ですね。これは一手勝ちを狙った手で、角打って、これは詰みでしょうね。玉寄って銀かぶせていくのがいいかな。金打ってバラバラして飛車成り、どっちも詰みですけどね、金打っていきますかね。金打ってバラバラして飛車成り、それが一番いいかな。銀から打っていっても詰みそうです。同銀に飛車成りも詰みそうですね。ちょっと複数詰みそうな時はね気をつけないといけないんですけど、取って飛車成りが一番いいかな。で5三飛車成で一間竜で、怖いですけどね、上が広そうですけど、ここに馬がいるんでね、この馬がいるんで詰みそうですね。そうですね、こう2四玉に4六に馬が引けるので、
これは詰み形ですね。いや結構もうちょっと早い詰みもあったかもしれないですけど、さあこれは桂馬打つのが一番いいかな。まあベタベタ打っていけば詰みそうですね。まあいろいろ詰みがあると思います。これは金銀ありますんでね。あとね、いやありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。今回の戦型は相矢倉ということで、ちょっと久しぶりでしたかね、相矢倉戦は。まあ、じっくりとした戦いに進みまして、中盤からね、私が、踏み込みましてね、最後は長手数ながら詰みを読み切ってね、押し切ったという内容でした。詳しい変化解説は将棋大図解説編の動画でやっていきますので、そちらの方も合わせてご覧ください。